今結構疲れています。ヨガの練習をいつも通り終えてね、ハーフプライマリという練習を1時間ぐらいしたんですけど、疲れましたね。はい。ということで、いつも疲れています。私は。皆さんはいつも疲れていませんか？で、疲れには、2つあると思ってて、いい疲れと悪い疲れですね。で、どちらかといえば僕はその自分の疲れ具合をいい疲れの方向に持っていこうといつもしています。で、悪い疲れというのは、今本当にそういう社会の構造自体が疲れやすい構造になっていると思っていて、で、僕が会社員だった頃から通勤電車によく乗ってましたけど、みんなね、疲れてるんですよね。ちょっと観察してみると、むちゃくちゃ疲れてて、毎日疲弊しきった顔の人たちを何人も見てきました。で、電車の中とかだけではなくて、普通に生活をしていて、身の回りの人たち、近い友人だったり、知り合いだったり、あるいは街中で出会う人たち、何か疲れてると。何か調子悪いと。肩が痛いんだよねとか、ちょっと精神的に辛いんだよねとか、お腹痛いんだよねとか。で、みんなそれを気圧のせいにしたりとか、天気のせいにしたりとか。もちろんその体調っていうのは人によって本当に違うので、慢性的なね、病気とかそういうものを持っている人もいると思います。で、今日はそのやっぱり医学的なアプローチっていうのはそれぞれしていかなきゃいけないと思うんですけど、ちょっとメンタルのところで、少しでも疲れを癒す方法というのを紹介したいと思います。自分なりにやっていることですね。なぜ疲れるのかっていうことなんですけど、やっぱり原因はスマートフォン、そして SNS みたいな現代のインターネット状況にあると思っています。これはもう自分に言い聞かせるというか自分に言えることなんですけど、僕もこういうふうな発信をしていて、あらゆるね、SNS、アプリを日々使ってるわけです。で、インスタグラムを開いてはみんなのストーリーを見て、投稿を見て、そして自分の DM を確認して、そして次は X を開いて、また投稿を見て、自分の投稿についてるコメントなんかを確認して、で、今度は YouTube のアナリティクスに入って、動画がどれくらい伸びているかを確認したりして、で、コメント見たりして、なんかそういうことを繰り返して、そしてまたインスタグラムに戻って、で、今度は LINE 開いて、LINE で誰かから連絡が来てないかを確認して、で、最近はシグナルも入れたから、シグナル開いて、誰かから連絡来ていないか、あのプロジェクトは進んでいないか。で、今度はメール見て、メールボックス見て、返信来てないか、新しい仕事来てないか、確認して、またインスタグラムに戻ってみたいな。そういうことをね、やっていませんか？で、おそらく、それがね、疲れさせる原因なんですよ。で、そういうものを少しずつ減らすだけでも、ものすごく楽になっていきます。で、自分自身が実践していることは、結局、やっぱりその SNS を減らしたりとか、いつもデジタルミニマリズムの話とかしてますけど、すべてね、そこにつながってくるんですよ。つまり、疲れないっていう方向に自分を持っていくことはできると。ただあまりにも、その SNS だったりスマホの仕掛けが強力なので、そこから逃れることは簡単にできない。だから、スマホにアプリを入れないとか、LINE を使わないとか、なるべく触らない時間を作るとか、スクリーンタイムでロックをかけられるようにするとか、制限するとか、使用時間を制限するとかね。そういう方法を取っていくしかないわけです。で、それらはもちろん役に立ちます。で、僕自身が実践していることは実際に、そういうふうにアプリケーションをたまに触ったりはするんですけど、スマートフォンにそもそもアプリを入れていません。で、こういうふうに YouTube をやりながらも YouTube のアプリケーションを入れていません。X も入れていない。
インスタグラムも入れていない。で、たまに入れるのはインスタグラムだけで、これは週に1回ぐらいですね、旅に行った時とか、その旅行中にストーリーを上げたりするのに使うんですけど、そういう時だけダウンロードします。で、投稿が終わるとアプリを消します。それを毎回やってます。で、これが入るともちろんめんどくさいんですけど、めんどくさいからこそアプリを使用する時間が減りますね。確実に。で、これ人によって本当に難しくて、インスタグラムが仕事になっている人ももちろんいると思いますね。そういう人たちにはおそらく難しいんですけど、でも仕事になってなければね、別にそれが自分の仕事でなければ、使う時だけダウンロードするっていう方法はいろんなアプリケーションで使えると思っています。で、日頃からそのミニマルな暮らしをしていると。何もない部屋で暮らしている。今ここの部屋にあるのは机、椅子、そしてマットレス。最近増えたギターとアンプだけです。そして一つバックパック、35リットルのバックパックがあって、その中に自分の生活に必要なものは全て詰めています。で、結局、僕が実践しているこのミニマリズムですね。物を減らす、少なくする。で、これ何のためにやっているかというと、結局、楽に生きるためなんですよね。突き詰めて言えば。もちろん自分自身はそのものを減らすこと自体を享楽していくっていうか、ミニマリズムに見せられていて、で、少ないもので暮らす、身軽に暮らすっていうことが好きでやってるところもあります。だから完全に趣味みたいにはなっているんですけど、でも、その根底にはやっぱり自分がもともとズボラで、めんどくさがり屋で、そういうのに弱いんですね、多分。忙しくなるのが嫌だし、そのいろんなものに囲まれてごちゃごちゃして生活が乱れて自分のやりたいことができなくなる。自分が本当にやりたいことに時間を割けなくなるのが嫌で。だからトータルめんどくさいことが本当に嫌で。だから物を減らしている。で、物を減らすことによって楽になります、本当に。洗濯とか、あとは炊事とか、掃除とか、そういうものを最小化にしていて、ほぼそれを自分でやってると思えないぐらいになっています。もちろんそれが習慣化できている。同じことを繰り返しているから、やってる気になってないっていうところもあるんですけど、例えば洗い物であれば、僕は今、ファイヤーキングのマグカップ一つと、で、チタンクッカーですね、エヴァニューの 400FD。で、今年入れたフライパン。この3つしか使ってないので、毎回料理をしたとしても、洗うものが3つなんですよ、最大で。で、基本的に、お味噌汁を飲むので、ご飯を食べるときは。だから、ファイヤーキングのマグを使うときは、僕はそのネスカフェ、名前言っちゃうとあれですけど、コーヒーをね、飲むときか、朝、キム・カーダシアンセットというオートミールの簡単な食事を作るときだけです。だから普段の食事では 400FD とフライパンしか使わないと。で、そこで全てやってしまう。あとは厳密に言えば炊飯器を使ってその炊飯器のジャーの中で米を炊いて、で、それを皿代わりにして食べたりしてるんで、3つですね。洗うものはね。だから本当にその調理のプロセス自体を本当に簡略化していて、それが楽だと。で、家では簡単にしておいて、凝ったものは外で食べればいいっていうふうな考え方にしてるので、毎日ね、その何を作ろうかとかに悩むこともないし、で、作ることに対して、今日ちょっとなんか自炊めんどくさいなって思うこともほとんどありません。なくなりました。だからそういうふうに、全てはその人生を、楽に生きるためにっていうか、疲れないために、そういうふうなものを使っていると。で、他には、今日やったヨガとかね、ランニングとか、あとは散歩とか、で、たまに山に入るとか、そういうこともすべて
自分のストレスリリースだったり、で、もっと深く言えば、今を生きることっていうか、今ここにあるっていうことを、本当にこう自分で自覚するためにそのような実践をしているということができます。で、さっき話したその SNS とかでいろんな意識が散るとか、自分がやりたいことをできない。で、いつも何かに追われている。そして疲れているっていう状況は、結局は今を生きていないからなんですよね。これ突き詰めて言えば。ちょっとスピリチュアルな話になるんですけど、その今を生きるってよくマインドフルネスの文脈とかで使われます。今を生きる。で、よし、今を生きればいいんだって思って、みんなね、その本とか読んで、よし、今を生きようって思うんですけど、実際に今を生きれている人がどれくらいいるかってことです。本当にその今を生きるってことを分かっている人って少ないと思っていて。で、僕自身も100% は分かっていません。ただ、他の一人は分かっていると思ってます。で、それは日々自分の行いがすべて今を生きるっていう実践、練習をしているからなんですよね。毎日、ほぼ毎日やってるそのヨガの練習とか、瞑想に関してもそうで、いろんな思考がある中でその思考することをやめて自分自身に立ち戻るってことをやってます。それは一回一回の呼吸に集中するっていうことだし、自分の身体の調子だったり、今の状態を見極めてそこにフォーカスしていく。で、今を生きるってことは、ものすごいパワーを持っていて、で、実はこれ、悟りの境地なんですよね。仏教でね、ブッダが、悟りっていうのは、つまりあらゆる痛み、解放、あらゆる痛みとかが苦しみから解放されることっていうふうに、むちゃくちゃ簡単に定義づけてるんですけど、でもその解放される方法というのは、今に集中することなんですよ。その執着とか痛みとか悩みとかそういうものって結局過去と未来を思考することによって生まれてくるものなんですよね。で、もちろんその今なんかロープとかで手を縛られていて身動きが取れない緊急事態っていう状態の時には今を感じると今が苦しくなるっていうことが起きます。ただ今この動画を見てる状態の今のあなたの状態を考えてほしいんですけど、そういう状況の人って多分少ないと思うんですよ。逆にいたら面白いですけどね。誰かに囚われていて本当に緊急事態でやばいと。もうロープ縛られて、口にはガムテープ。でもその中で時丸田中のチャンネルを見ているってバカでしょ、これ。こういう人なかなかいないと思います。いたらちょっと助けたいですし、助けなきゃいけないし、時丸田中のチャンネル見てる場合じゃないですよね。多くの人がだから、みんなね、現在ではなくて、未来と過去を考えすぎてるから、それについて悩んで苦しくなって、そして疲れているんですよ。で、今に集中するっていうか、過去と未来っていうのは実際存在しないっていうふうに言われていて。で、これは、その物理学とかの分野の話ではなくてですね、ちょっとスピリチュアルによるんですけど、アメリカの精神世界の結構人気な人で、エックハルト・トールっていう人がいるんですけど、その人とかがね、よく言ってることで、過去とか未来っていうものはないと。で、現在しかないと。で、これ実際僕の今動画を撮影してるのは今なんですよ。だから僕は今に集中してるんですよね。で、見ている皆さんはこれ収録なので、昨日か一昨日かその前とか、あるいは今日、僕が撮ったものを見ているっていうふうに感じてるかもしれないんですけど、実際にその見ている自分というのは今ですよね。今見てるわけですよね。で、過去の記憶とか、過去は全て記憶であるし、それを再現してそれを考える状況が発生します。過去のことを考えるから過去ってあるじゃないかって思うんですけど、でもその考えている自分というのは今の自分。今生きていないと過去のことを考えることはできないんですよ。だから結局、それは現在に全て
回収されていくんですよね。未来もそうです。未来も単純に想像しかない。1年後、10年後、100年後みたいな想像はできるけど、そこを生きることはできなくて、それを考えているのは現在なんですよね。だから全て現在に起点があると。で、今ここっていう場所を本当に自分の中でしっかりと自覚することができるようになれば、悩みは減ります。そして、見るものが輝き出すんですよね。今、僕はここに集中していて、カメラを見て喋ってるんですけど、カメラに集中することができる。そして、そのカメラの美しさとか、あるいは窓から光が入ってきて、その映し出されるそのシャドウと明るいところの造形みたいなもの。で、レンズの対称性だったりとか、丸さみたいなもの。そういう造形をありありと今観察できるんですよね。そして、それがすごく美しいし素晴らしいって思うことができる。これちょっと病的で気持ち悪いかと思うんですけど、実際にそういうふうにものを見たことがありますかって話で。で、しかもこれが人間が作り出したものってことなんですよね。ソニーというメーカーのデザイナーがいて、で、そこに関わるあらゆる研究者たちがいて、そこでエルゴノミクスだったりとか、工学だったりとか、あとは電子のとこだったりとか、あらゆる分野が集結されて作り出された結晶なんですよね。そういうものをそこまで想像できるし、そこまで観察することができる。これは今に集中してるから、僕は今にフォーカスしているんですよ。これすごい不思議な話で。だから、そうなった時に、今に集中することができれば、何でもハッピーになるんですよね。これ本当に、これに気づけると危険です。で、この実践っていうか僕もそういう練習を日々しているっていうことです。で、その練習が歩くことであり、ヨガをすることであり、あるいは古代哲学とか、仏教とか、ヒンドゥーとか、そういう宗教を学ぶことかもしれません。でも特定の宗派に依存するわけではなくて、結局そのあらゆる宗教とか、過去の偉大なことを成し遂げた人たちが言ってるのは似たようなことで、同じようなことを言ってるんですよ。それは現在に集中するっていうこと。やっぱ今に集中するっていうことなんですよね。で、もう一つ自分の中で大きなファクターになっていること。その疲れから逃れる一つの鍵になっていることは、自分の思考を自分と同一しないってことです。これはかなりヨガ的な実践ですね。みんなずっと考えてますよね。で、ずっと考えていて思考が巡っているんだけど、その自分の思考こそが自分のアイデンティティだと錯覚するんですよ。特に頭のいい人たちとか研究者とか先生とかそうです。自分の考えていることは自分だって思ってしまうってこと。で、これ実は時丸田中が喋ってるようで時丸田中じゃないんですよ、本当の。結構難しい、この考え方は。つまり、ヨガ的に言えば、プルシャというね、シンガという本質、本体みたいなものがあって、で、思考というのは、その自分の心に映し出された現象、自分のスクリーンに映し出された映像に過ぎないみたいな、そういうイメージです。思考というのは、その外界の物事に反応して起こるんですよね。痛みだったりとか苦しみだったりとか、誰かから何かを言われてそれに対する反応として考えるっていうことが起きます。そこで自分の思考と自分自身を同一視してしまうと、何か言われた時にパッと浮かんで、何クソこの野郎と、で反論したくなると。何か論破する相手が来た時に、その論破に対して自分の思考をぶつけて、で、その思考と同一しながら自分で話をしてしまうと。それが怒りとか焦りとか嫉妬とかそういう感情になって外に出ていくんですよね。
だから何か反応が自分の心に起こった時に、それは自分の心にただ起きている反応だっていうふうに、もう一人の本当の自分から見て、それを観察することができれば、怒りとか嫉妬とかそういうものを手放すことができます。そして、その見ている自分っていうのは本当に平和で満たされているんですよ。みんなすべて最初から持っているんですよね。でもそれに気づけないんですよ。それは自分の思考を自分だと同一視してしまうから。これはね、ちょっとね、難しいんですけど、ヨガの実践、ヨガ哲学の核心にあるところです。で、この考え方ができるようになると、もうね、悟ってるようなもので、あらゆる苦しみとか悩みとか、そういうものから解放されて、そして、一つ前の話の、より現在を生きる、より今を生きるっていうことをできるようになります。そうなった時に、あらゆるものが輝き出すんですよね。これちょっと気持ち悪いかもしれません。そしてちょっと東洋的に思想が寄りすぎてるとは思うんですけど、でもこれが一つ僕がですね、その疲れ、あるいはこの外界にある苦しみ、悩みみたいなもの、そういうものから解放する一つのマインドセットとして自分が使っているものです。その周辺にミニマリズムだったり、いろんなね、僕がやってる趣味みたいなものの実践があったり、あとは文章を書くっていうこともそうです。自分の頭の中、思考をそれは出してるわけですけど、でもそれは自分自身ではないと。動画もそうです。この YouTube も実はそういう風なギミックの中の一つにある、ただの僕の趣味、脳内の自分を出しながら、でもそれを遠目で見ている本心の自分。これができるようになってくると、疲れなくなるし、本当に自分自身の生命というかエネルギーみたいなものが心の奥底から湧き上がるのが見えてきます。ちょっと今日はややスピリチュアルで怖い話だったかもしれませんけど、少しずつね、そこに到達できるので、皆さんもよかったら、そっち系の本とかね、ヨガの実践とかね、散歩でもいいです。深呼吸でもいいです。瞑想でもいいです。何でもできることあるので、今を生きるっていうこと。そして自分の思考を自分のアイデンティティと同一しないっていうこと。そういうところを少し探ってみてはいかがでしょうか。こういう僕の考えの参考文献だったり元になるアイデアみたいなものはメンバーシップとレターズで共有しています。概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アレオス。